皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのポッドキャストのお時間です。スロージャパニーズポッドキャスト第4話ということで、本日も日本語学習者のためのゆっくりとした自然な日本語で3つのエピソードを、読み上げていきたいと思いますので、ぜひこのポッドキャストを聞きやすくていいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日もエピソードを3つ読んでいきたいと思います。やっていきましょう。はい、ということでまずはエピソード1、タイトルを読みます。大学のグループワークで全く働かない班員がいます。同じように単位がもらえるのが納得いきません。なるほど。結構大学生にはありがちなのかな。本文読んでいきたいと思います。私、20歳女性は今学期の必修科目で4人組のグループワークをしています。来週が発表の本番なのですが、班員の1人の男子20歳が全く課題をやりません。 LINE のグループで進捗を尋ねてもいつも了解というスタンプだけ。具体的な調べ物やレジュメの作成などはすべてシャットアウトして逃げています。結局私ともう一人の真面目な子が徹夜して資料を完成させました。当日の発表だけはその何もしなかった男子が俺が喋るよと美味しいところを持っていこうとします。このまま何も言わずに彼にも同じ単位をあげるべきでしょうか。教授にこっそり彼は何もしていませんと報告するのは子供っぽいですか。大学のグループワークってどこもこんなものなのでしょうか。はい、ということで大学生のエピソードですね。グループワークだからそうですね、仲いい子で集まってるグループじゃないのかなと思うんで、これはちょっとこうね、摩擦が起こるというか、なんで何もやってないやつと同じ単位なんだって思っちゃいますよね。結構大学生共感する人もいるかもしれません。私も一応大学出てますんで、グループワークっていうものはあって、確かになんかやらない、全くやってない子が最後にそれ見してよって言ってきたことがあって、その時は確かになんでこんな僕が作業してそれ待ってるだけの人に渡さなきゃいけないんだろうと思ったことはありますね。けどなんだろうな、こういうことって多分社会に出てからもいっぱいあるんで、自分が納得して自分の力になってる、そのサボってる子はうまいとこ持っていく能力があるし、多分喋ったら喋れるような子なんだと思うんですよ。当日の発表もちゃんとその男子の子じゃなくて自分も喋ったりとかして、うまい具合に調整した方がいいと思います。こういうところで調整する能力みたいなのも一個必要じゃないかなと。社会に出てから同じように給料がもらえるわけではないんで、その社会に出てもこういう理不尽なことはたくさんあるんで、そういうのになれるというか、その上で自分がどう立ち回るかっていうのを考えた方がいいと思います。同じように大学生の方々はそういうこともあるんで、その子に対してどうっていうのよりかは自分が納得して自分がやりたいことをやる、相手がどうとかはあんま気にしないと、自分がどう立ち回るかを考えた方がいいと思います。はい、では次に行きます。結婚して半年、義理の母親が毎週のようにアポなしで突撃してきます。合鍵を返してほしいです。はい、本文読んでいきます。私28歳女性は半年前に入籍し、夫30歳と新居で暮らし始めました。
車で15分ほどの距離に住む義母58歳に非常用にと合鍵を渡したのが間違いでした。今では週末の朝、私たちがまだ寝ている時間にインターホンも鳴らさず勝手にドアを開けて入ってきます。朝ごはんを作ってあげたわよとたくさんのおかずを持ってきてくれます。親切なのはありがたいのですが、パジャマ姿を見られるのも苦痛ですし、プライベートがなくて限界です。夫にお母さんに一言言ってほしいと相談しても、悪気はないんだから多めに見てよ、ただでご飯が食べられてラッキーじゃんと相手にしてくれません。このままでは義母のこともかばう夫のことも嫌いになりそうです。波風を立てずにうまく鍵を取り戻す方法はないでしょうか。はい、ということでむちゃくちゃ難しい問題きましたね。これね、難しいですね。合鍵返してほしい。これは週末の朝寝てる時間とかに来るのはなしにしてくださいって言った方がいいですよね。とか、まあ連絡してから来てもらうとかね。特に何もない時は非常用で渡してるんだから、夫がもうちょっとね、ちゃんと聞いてあげてほしいですね。これはそういう週末じゃなくて朝とかじゃなくて連絡して来てくれないかっていうのを夫からね、お母さんに言ってもらう。じゃないと無理ですね。結構真剣に夫に訴えた方がいいですね。これはそのと嫌ならこういうこれ結構日本ではあるあるなんですけど、多分義理の母親とうまくいってないみたいなね。義理の父親とか、家族、全く他人の家族と、家族になるわけじゃないですか、一応。なんでこういう問題って日本多分多いんですよね。気使うっていうのもあると思うんですけど、なかなかね、夫にしっかり言ってうまい具合にいい塩梅で線を引いてもらうっていうのがいいのかなとは思うんですけど、日本ではあるあるなんですけど、これ海外の方アメリカとか別の国、アジア圏でもいいんですけど、こういう問題ってあるのかどうか私は知らないので、こういう問題私の国でもあるっていう人はぜひ国名とね、お母さんと喧嘩したよとかね、家族間の問題とかある人はちょっとコメントをね、よろしくお願いします。国の事情が私はわからないので、しっかりコメント欄で来たものは見たいと思いますので、よろしくお願いします。はい、エピソード3いきます。フリマアプリで大幅な値下げ要求をされ、お断りしたら嫌がらせのような悪い評価をつけられました。はい、本文読んでいきます。私、32歳男性はいらなくなったブランドの服をフリマアプリに出品しました。相場よりもかなり安めの1万円で出品したところ、あるユーザーからコメントが来ました。3000円になりませんか？即決します。という、あまりに非常識な内容でした。さすがに無理なので、これ以上の値下げは考えておりません。と、丁寧にお断りしました。すると、その数時間後、その同じユーザーが元の値段1万円のままで商品を購入したのです。少し嫌な予感がしましたが、取引メッセージも返信し、きれいに梱包して翌日には発送しました。しかし、商品が届いた後の評価を見て愕然としました。梱包が雑で髪の毛が入っていた。二度とこの人からは買いません。と、嘘の理由で悪い評価をつけられてしまったのです。今までずっといい評価だけだったのに一気にテンションが下がりました。事務局に問い合わせてもユーザー同士で解決してくださいの一点張り。理不尽な値下げを断ると
こういう仕返しをされるのが普通なのでしょうか。はい。ということで、フリマアプリの悪い評価つけられたって話で、これなかなかどうだろう。やってる人も少ないと思うから、あんま聞かないかもしれないんですけど、どうなんですか？あんまり変なことするとユーザー側もね、なんか報告されたりすると思うんで、あんま普通かと言われたら、まああることであるかもしれないけどって感じですね。で、特にどうしたいっていうエピソードではないんであれなんですけど、テンション下がったけど、こういうこともありますよね。仕事でも多分こういうなんでなんっていうね、評価とかなんでっていうことってよくあると思うんですよね。そういうことはあるので、もうちょっと一喜一憂しないっていうのが大事だとは思います。で、なるべくユーザーに寄り添ってあげるっていうのはいいと思います。でもそもそもね、相場よりかなり安い1万円で出品してますんで、3000円というのは多分破格すぎるんだと思うんで、いいと思うんですけど、ちょっとこれはドンマイドンマイっていうねことで、前向いてねやっていくしかないのかなと思います。日本では結構フリマアプリね、ヤフーフリマとかメルカリとか結構あるんですけど、海外の方ではどうですかね。フリマねアプリとか、なんか一番有名なのとかって何なんだろう。ちょっとあんまり詳しくないんですけど、海外の方で、こういうなんか嫌がらせみたいなことがあるよとか、フリマアプリ、こういうフリマアプリ使ってますっていうのがあれば、ぜひコメントをよろしくお願いします。はい、ということで本日のポッドキャストは、これで以上になります。もしよければこんなエピソードありますみたいなのがあれば、母国語でもいいのでコメント欄に書いていただければ、それを日本語訳したものっていうのを私が、日本語で読み上げるような形で配信したいと思うんで、もし使っていいよこのエピソードとかあれば、それもぜひコメントによろしくお願いします。はい、ということで今回4話目なんですけれども、少しね見ていただけるようになってきているような気がするので、動画を結構見ていただけるようになってきている感じもするので、こうした方がもっと聞き取りやすいとか、今のスピードはちょっと速すぎるとか、そういう日本語を勉強するためにもっとこうしてほしいっていう改善点とかあれば、ぜひコメント送ってください。ということで、ポッドキャスト第4話、これで終了とさせていただきます。それではまた次の動画で。バイバイ。